皆様こんにちは。今回は Android でスクリーンセーバーを利用する方法とその設定を解説させていただきます。Android 4.2 以降の機種では基本的にスクリーンセーバー機能が実装されています。スクリーンセーバーは一定時間 Android を操作しないで放置しているときに画面が暗転しつつ時計表示などが行われ画面表示が維持される機能です。スクリーンセーバーは一般的に画面表示を維持してすぐに復帰できるアイドル状態にしつつバッテリー消費を抑え、さらにディスプレイへの焼き付きも防ぐことを目的とした機能となっています。Android に搭載されているスクリーンセーバーはいずれにしろ充電状態でないと機能しないようになっているのでバッテリー消費の軽減は関係ありませんが、すぐに復帰できる状態は維持されるので、例えば据え置きのタブレットなどでは特に活用できる機能です。Android では初期状態でスクリーンセーバー機能はオフになっています。利用する場合は Android の設定からディスプレイをタッチし、さらにスクリーンセーバーをタッチして右上のスイッチをオンにします。たったこれだけでスクリーンセーバーを利用できるようになります。またスクリーンセーバーはデフォルトで時計、カラー、ニュースと天気、フォトの4つが用意されていて、さらに Google プレイからスクリーンセーバー用のアプリをインストールして設定することもできます。このほか右上のメニューアイコンをタッチして表示される起動の設定をタッチすることで、どの条件でスクリーンセーバーを起動するかを設定することができます。スクリーンセーバーは Android のスリープで設定している時間が経過して画面がスリープ状態になると起動します。つまりスリープの時間を変更することでスクリーンセーバーの起動時間も変更されます。ちなみにスクリーンセーバーは電源を押して強制的に画面をスリープ状態にしたときは起動しません。あくまでも Android を放置して画面が自動でスリープに入ったときに起動する機能となります。以上、Android でスクリーンセーバーを利用する方法とその設定の解説でした。